月見小麦。どうもチームシーク中村です。今日はクローバーキャンピングカーレンタル、小牧店さん、こちらの方で新車2台導入されたということで、紹介していただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。クローバーキャンピングカーレンタル小牧店の藤田と申します。今年の夏にですね、新しく導入した車2台ちょっとこれから紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。こちらベース車両は何ベース車両はですね、見ていただくとお分かりかもしれないですけれども、トヨタのハイエース、それのワイドボディが、ワイドのロングボディがベースとなります。はい、車両の名前が、車の名前がですね、RV トラストさんというビルダーさんの CLH という車になります。こちら普通のキャンピングカーとちょっと違うのがですね、中がキャンピングカー仕様というよりか、どちらかというと車中泊仕様になっていると思っていただくといいかなと思います。こちらワイドなんですね。そうですね、ワイドのボディでさらにその横に幅があるという、そんな感じで、はい、突き出て、そうですね。はい。でベースがハイエースなんで、はい、キャンピングカーっていうよりは乗りやすいっていうか、乗り心地はやっぱりいいですね。はい。なので普通のキャンピングカーに比べると、その後ろに乗ってる方のその振動の受け方が弱いという形、あとは排気量が普通のカムロードに比べて大きいので、走行もちょっとどちらかというとパワーがあって走れますよということになります。なおかつ 4WD なので、そういう意味でも踏ん張りも効いて、非常に使いやすい車かなとは思います。はい、わかりました。じゃあ早速じゃあ中の方。はい、わかりました。はい。ではまず中開けますね。はい。はい、中こんな感じになってますが、はい。で靴を脱いでいただいて中入っていただくんですが、はい。見ていただくと分かりますが、ちょっと後ろがですね、普通のキャンピングカーと違うレイアウトになっていると思います。はい。ですね。はい。じゃあちょっとまず暑いのでクーラーをつけましょう。お願いします。はい。隠れてますけれども、この車ですね、後ろに家庭用のクーラーがついてますので、外部電源をつないでいただければクーラーも使うことができますと。それとですね、この車うちでお貸ししている時は、ここに大容量のポータブル電源がありまして、このポータブル電源をこちらつないでいただくと、外部電源と同じように使えますので、そういった使い方もできますよということでお伝えをしてますので、もしよろしければ、使っていただければと思います。はい。なんか内装も雰囲気があったのでちょっと高級感が。そうですね。なのでコンセプトとして多分走るですね、ツインルームみたいな形、肘当てをどければ2つのベッドになりますし、なおかつフルフラットにしてここが全部ベッドにすることもできますので、使い方としては真ん中に冷蔵庫。そうですね。こちらが冷蔵庫になります。開けていただくと、よく見るキャンピングカーについてる冷蔵庫がついてますよということですね。で上に物を置く台と、あとはここにテーブルがありますので、ちょっとくつろぎながらコーヒー飲んだりすることはできるかなと思います。ただ普通のキャンピングカーのようにね、いろんな使い方はちょっとできないかなと思うんですけれども。なんか真ん中にテーブルがあったりとかはないんですね。テーブルもですね、ここにちょっと今しまってありますけれども、こんな形の長いテーブルを置いていただければ、ここまでずっと来て、ズドンとテーブルになるんですね。そうですね。なのでここにちっちゃなマルチルームもありますので、例えばレンタルでですね、ポータブルトイレ持っていくっていうことも可能ですので、そういった形で使うこともできます。あとは例えば着替えのお部屋にするとか、それからウィンタースポーツされる方なんかだと、ここにねボードとかスキーとか、あとは衣類ですね、服もかけれますので、そういった形で使うようなこともできます。ただマルチルームがここに前についてる部分、このバンクベッドが後ろへ引き出せないので、ちょっとそれが難点かなというところですけれども。ここにバンクベッドが。これ結構広いですね。そうですね。なので例えばお二人で使うんであれば、もう荷物置き場として使うことが一番いいかなと思うんですけども、ただ一応4人乗りということで、ここに寝れないこともないんですけれども、背の高い方はちょっとね、なかなか難しいかもしれないですね。今テーブル展開お願いしてやってもらってます。
テーブルつけるとこんな形ですね。なので足も、簡単ですね。はい、足もこうやって入るんですけど、はい、ただどうしてもねここが出し入れがちょっと大変かなというのがあるので、私が個人的に使う時はもうこれは使わないかなというそんな感じになりますね。はい。もうご家族で何か食事する時とかは、そうですね。4人いっぱいで使われるんであればもうこのテーブルもあった方がいいかなと思いますけれども。で、後ろの窓が、はい、ちょっと網戸にはならないですか？はい、網戸を上から下ろしてくるとこう網戸になります。で、はい、下からシェードですね。はい、まあ今一番よくあるパターンの、網戸とシェードかなと思います。それが両方。そうですね。この車なのでちょっと窓が少なめなので、本当にプライバシーが守られやすいかなと思うんですけれども、ただ開放感がないのでやっぱりちょっとそこがキャンピングカーと違うところかなということですね。換気扇はついてないんですね。換気扇もないんですよ。そこがなので本当にもうなんていうんですかね、こう囲われた空間というそんな感じで捉えていただいた方がいいかと思います。はい。わかります。でこちらがテレビ。モニター。はい、テレビになってますね。こちらも。なので HDMI2 を選んでいただいて、地デジチューナーのチャンネルを切り替えるためにこの地デジチューナーのリモコンを使ってチャンネルを変えると、そういう形になります。あとちょっとした、間接照明がちょっとおしゃれに。そうですね。ここら辺が、ありますけども、ここにスイッチがありますので、下の部分ですね。これでオンオフができますので、例えば周りを真っ暗にした状態でオンオフすれば、ここだけ明るく照らすことができますよという。外みたいな感じですね。そうですね。そんな形になるかと思います。あとはちょっと見にくいですけど、ここにコンセントありますので、外部の電源つなげばここから電源を供給することも可能ですよということになりますね。ちょっとしたスマホの充電とかそこで。そうですね。そういったところかなと思います。収納っていうとそこの収納もですね、これ少なめでですね、本当に入れるところが少ないんですけども、ここのエアコンの左右ですね、ここが収納ということと、あとはここの下にですね、ちょっとこれもどかさないといけないんで、ちょっとどかしますね。なんか収納が出てきましたね。そうするとですね、収納らしきものもあるんですが、ここですね。これが、これぐらいのちょっとした収納がありますよと。そしてこちらもですね、収納になってますよという感じになります。ただ本当に旅行なんか行く際にキャンプの方はね、キャンプ道具いっぱいありますんで、こういうところにはちょっと難しいんですけど、本当にこれをなんていうんですかね、寝る場所だと捉えていただければ、これぐらいあればね、スーツケースぐらいなら入るかなというぐらいの大きさかと思います。でも大きいのはちょっと難しいですね。あとはここがですね、ビルダーさん曰くここゴミ箱だということになってますけども、そんな感じでここにもちょっとちっちゃめのものがありますということですね。でこちらは、乗車定員がですね、全部で4名ですね。4名乗車。主審も4人ということになります。ですね。でご家族で、そうですね。でギリギリ乗れるかなということになりますね。ちょっとすいませんけど、片付けてるとこすいませんけど、ここからベッド展開を、お願いいたします。じゃあちょっとベッド展開しますね。よいしょ。テーブルもすごくワンタッチみたいな感じで。そうですね。そんなに難しくはないので、どなたでも多分ね、一度覚えてしまえば簡単に取り付け取り外しできるかなと思います。そうですね。じゃあちょっとこちらも出しましょう。お願いします。これが、バンク用のはしごですね。ただこれここにもポータブル電源があるんで、ポータブル電源ちょっとどかしていただく必要がありますけども、これでどかしていただければ上に登ってはしごが使えますということになりますね。そして後ろのベッド展開ですけど、これもですね、ちょっと覚えるのが大変ですけど、これ背当てにこう足がついてますので、これをですね、広げていただいて、こんな形ですね。そしてここもですね、同じようにこれ広げていただく。そうすると足になりますので、
はい、ここへ置く形ですね。奥からやればよかったかな。はい、そしてこちら同じように、広げます。これちょっとずらして押さえてずらすことですね。こんな形で、ここも同じようにこれ出していただいて、はい、支えにして、この状態で、あとはこれを、どこか避けていただければ、ちょっと簡単にどかしますけれども、はい、こんな感じになりますよということですね。広いですね。はい、なのでここら辺もうまいことやりくりすればもうちょっと広く使えます。はい。ごめんなさい、もうざっくりなので本当に適当ですけど、はい、こんな感じでフラットになりますよということですね。はい、わかりました。はい。では戻すのをお願いします。ですね。はい。覚えてしまえばこれもそんなに難しくないと思います。はい。初見で皆さんできると思います。はい。そうですね。なのでこれだけどかしてしまえばこっちとこっちに分かれて寝ることもできるので、面倒くさかったらそういうのもありかなと思います。はい。閉まって閉まって閉まって完成ですね。はい。これは傘立てですかね。傘立てですね。はい。細かいところ。そうなんですよ。意外とあって便利だってことになると思うので。はい。こちらポータブル電源についてご説明お願いします。今外部電源からですね、はい、こちらのポータブル電源につなぎ直して、これ外部電源のケーブルですけども、はい、ポータブル電源からですねこの、つなぐと、外部電源と同じようにポータブル電源を使えるということで、電子レンジとかですね、はい、あとクーラー、こちらが使えるようになります。はい、ちょっと今ごめんなさい、バッテリーの残量がないので、今は動かすことできないですけども、満タンにすればそういったことも、大きな電力使うものもポータブル電源で動かすことができるので、そこがこの CLH のちょっとお貸しするときにこれ一緒につけてるんですけども、メリットかなと思います。これも一緒に、はい、これも一緒につけます。はい、本当ですか。ただ問題はですね、これいっぱいにしてお貸しはするんですけれども、これをですねキャンピングカーから充電することはできないんですよ。というのはですね、バッテリーからどんどん電気を吸ってしまうので、バッテリーがダメになってしまうということで、ここにある電気を使い切ってしまったらおしまいということになってしまうので、もしもまた改めてこのポータブル電源使いたいときは、それこそやっぱり外部の電源の取れるところで充電をしていただくような形が必要になってきますので、ちょっとそれだけご注意くださいということですね。わかります。車両から電源は取らないようにということですね。はい、それは多分どの車も同じなので、はい、他で借りられる際とかね、ご自身で使われる際は気をつけていただくといいかなと思います。ジンバードですね。そうですね。なのでこれ多分600でいけるタイプじゃないかなと思います。メインランプがこちらに。そうですね。それがメインスイッチ。あとはもう本当にコンパクトなシンクと、ここがちっちゃなテーブルになってますけど、本当に作業はできないですよね。はい、という感じです。はい。はい。レンタル料金はですね、1日あたり一番安い時期で1万3000円から、一番高い時で2万6000円からということになります。一番最新の情報はホームページ見ていただければ分かると思いますので、ホームページで確認をお願いいたします。クローバーさんのホームページ行けば最新の情報が。そうですね。はい。ホームページの方へぜひいらしていただいて、確認をよろしくお願いいたします。はい。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい、OK です。ありがとうございます。はい、テレビになってますね。こちらも、チャンネルが設定する、レンタカーでもそうですね。はい。
はい、大丈夫です。編集入りますので。私もあんまり使ったことがないんでこれごめんなさい、ちょっと設定が最初してなかったです。すいません。でもキャンピングカーの目的地で設定いちいちしなきゃいけないですよね。そうですね。あ、できませんでした。電源入ってるよね。不具合を見つけてしまったので。本当です。なんかね、これかな。HDMI1 かな。本来であればここにね、地デジ見るときは何っていうのがあるんですけど、あ、これですよ。ごめんなさい。HDMI2 がつながってますね。はい。なので HDMI2 そういう形になります。ごめんなさい。ちょっと私も把握できてなかったですけど。不具合かと思って、はい、ちょっとビビりましたね。はい、すいませんでした。まあこんな感じでテレビも映りますよと。はい、はい、映ります。先もスイッチ入れた方がいいですかね。じゃあ入れるとこもいい。あ、本当ですか。はい。はい。テーブルを置いていただければ。ゾーンとテーブルになるんですね。そうですね。つけます？あ、いや、いいです。いいです。はい。はい。ちょっと挨拶だけ一緒に入らさせてもらいますので。あ、いいですよ。全然いいですよ。はい。はい、どうもチームシーク中村です。今日はキャ